今日はぜんざいを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。そして皆様、新年明けましておめでとうございます。今日からまた新しい年になりましたが、今年も皆さんのお役に立つようなレシピをたくさんご紹介していきたいと思います。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。今日は新年1回目ということで、お正月にぴったりなぜんざいを作っていきたいと思います。ぜんざいはですね、お汁粉と違って小豆の粒がしっかりと残ったものになります。今回はですね、その小豆をふっくらと美味しく仕上げるコツなどもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。小豆、お砂糖、塩、切り餅。今回はこちらの材料で作っていきます。今回ね、ぜんざいの甘さなんですが、甘さは控えめで作っていきます。なので砂糖の量に関しましては、お好みで調整してみてください。そしてここにですね、プラス塩を加えていきます。この塩を加えることで、小豆の甘さが引き立って、さらに味のアクセントにもなります。今回ね、作りやすい分量で作ってるので、少し多めになります。なのでもし残った場合は、冷凍保存または冷蔵保存していただくといいかなと思います。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずこちらの小豆をさっと水洗いしてください。ではね、ざるにあけます。そして水でね、さっと洗います。優しくね、洗ってください。はい、OK です。そしたらしっかりと水を切ります。そうしましたらお鍋を用意してください。そしてここに水洗いした小豆を入れます。小豆を入れたらですね、だいたい小豆の3倍ぐらいのお水を入れてください。だいたいね、今1リットルぐらいのお水を入れました。そしたらですね、こちらを火にかけます。火加減中火です。このまま一度沸騰させます。今からやる作業なんですが、渋切りという作業をしていきます。この作業をしていただくと、小豆の渋みやえぐみなどを取ることができます。なのでこの作業はね、必ず行うようにしてください。はい、沸騰しました。沸騰したら火加減を弱火にしてください。そしてこのまま5分煮ていきます。はい、5分経ちました。そしたら一度火を止めます。そうしましたらこちらの茹で汁は捨てていきます。では捨てます。ざるにあけましょう。そしてしっかりとね、茹で汁を切ってください。はい、これで OK です。この作業が渋切りという作業になります。2回だけやったりするレシピとかもあると思うんですが、2回やるとね、結構小豆の風味も飛びがちになるので、渋切りは1回だけにしていきます。そしたらね、こちら使った鍋も一度さっと水洗いしてください。それではですね、鍋の中に小豆を戻し入れます。そしてここにまたお水を加えていきます。今ね、1リットルのお水を入れました。今回も小豆の3倍ぐらいのお水を加えてください。そしたらね、もう一度火にかけます。そして火加減中火です。こちらを一度また沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したら火加減は弱火にしてください。そしてこのぐらいのクツクツ加減をキープしながら茹でていきます。茹で時間なんですけれども、小豆の種類だったりとか、あとは作る環境とかでも変わってくる場合があるんですが、だいたいね、目安としては40分から60分ぐらいをね、目安にしていただくといいかなと思います。なので一度ね、40分ぐらいしたらチェックしていきます。茹でてる時にもしね、お湯の量が少なくなってしまった時は、追加でお水を加えて茹で続けるようにしてください。小豆の頭が出ないようにだけ注意していただけたらと思います。あとはですね、このようにね、アクが出てきた時はちょっとね、溜まってからでも大丈夫なので、このようにすくいながら茹でてください。それではこのまま茹でていきます。はい、今ね、ちょうど40分経ちました。そしたら一度火を止めます。そして小豆をすくいます。すくっていただいて、やけどしないように小豆を一粒取って、そして指で潰します。わかるかな？ちょっとね、まだ芯が残ってるので、もう少しね、これは茹でていきたいと思います。こんな感じ。ちょっとね、真ん中の部分がね、まだ硬い感じです。なので、また戻して、もう一度火にかけます。火加減弱火でまた茹でていきます。またね、10分後ぐらいに同じようにチェックしたいと思います。はい、今ね、追加でさらに10分経ちました。もう一度お豆をすくいます。結構ね、もう柔らかくなってそうですね。そしたらですね、一粒取ってちょっと一旦火止めます。またね、こちら指で潰します。あ、
いいですね。見ていただくとわかるかな。これ潰してみるとわかるんですけど、中の芯の部分までしっかりとね柔らかくなってれば OK です。潰す時ね本当に熱いのでやけどだけには注意してください。これをですね 2,3 個やっていただいて全部ね柔らかくなってれば OK です。そしたら一度蓋をします。このまま火を止めて30分蒸らしていきます。そうすることで小豆がふっくらとした仕上がりになります。ではこのまま蒸らします。はい、30分経ちました。蓋を開けます。このような感じに仕上がってます。こうやってね一度蒸らしていただくことで皮まで柔らかくなって美味しい仕上がりになります。それでは今から味付けをしていくんですけれども、その前にまずねこの水分量ですね。これはお好みなので、もう少し水分量を多くしたい場合はこのタイミングでお水を加えてください。逆に水分量がちょっと多い時はお玉ですくって量を調整してください。今回私はねもう少し汁を多くしたいのでちょっと加えます。だいたいこの小豆の頭が隠れるぐらいですね。そのぐらいまで入れました。火にかけます。一度ね混ぜましょう。そしたらね一度このまま火加減中火で再沸騰させてください。はい、でこのぐらいクツクツしたら火加減弱火にしてください。そしてお砂糖で味付けしていきます。砂糖はね一度に加えると小豆が硬くなりやすくなるので3回に分けて入れていきます。まずですね3分の1ぐらい加えてください。そして一度なじませます。このまま一度30秒ほど煮てください。はい、で30秒経ったらまたね3分の1加えてください。そして30秒ほどまた煮てください。はい、そして30秒経ったら残りのお砂糖を全て加えてください。そして混ぜます。はい、でよく混ぜてまたクツクツしてきたら火加減ね弱めの中火ぐらいです。このまま5分煮ます。そしてお砂糖と小豆をなじませます。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。先ほど私少しね水分を増やして小豆の豆がね浸かるぐらいまで入れたんですが、最後ね加熱すると少しね頭が出るぐらいの水分量になります。これはねお好みでやってみてください。それでは最後仕上げですね。仕上げに塩を入れます。そして混ぜましょう。はい、これで完成です。小豆がとてもふっくらとして美味しそうに仕上がりました。それではねお餅を焼いていきたいと思います。このアルミホイルはくっつきにくいアルミホイルを使ってます。もし通常のアルミホイルなどを使う場合は少しねサラダ油を塗っていただくといいかなと思います。ではこちらをトースターでこんがりするまで焼いていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。それではね最後仕上げたいと思います。まずねお椀に小豆を入れます。はい、こんな感じで入れます。あとはですねこちらにお餅を添えてください。はい、これで完成です。お餅の個数とかはねお好みで入れてみてください。はい、これでぜんざいの完成です。こんな感じに仕上がりました。こんな感じで小豆もふっくらとして美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。まずねちょっと小豆だけ先にいただきたいと思います。いただきます。すごくふっくらしてて皮までしっかり柔らかい仕上がりになってます。塩も程よく効いてますね。ではお餅もいただきます。いただきます。甘さもちょうどよくてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のぜんざいのポイントです。まず小豆なんですけれども、小豆を煮るときは必ず渋抜きという作業をしてください。そうすることで小豆の渋みやえぐみなどを取り除くことができます。そのまま煮てしまうとえぐみが残ってしまうので注意してください。このね渋抜きなんですけれども、沸騰したら火加減弱火にしてその後5分煮てからざるにあけてください。その後ですねざるに戻すんですが、その時小豆は洗わずに入れちゃって OK です。そしてその後ですねだいたい小豆の3倍量ぐらいのお水を加えて火にかけてください。そして沸騰したら火加減を弱火にしてそのままだいたい40分から60分ぐらいを目安に煮てください。この煮てる最中なんですけれども、途中でお湯が減ってしまって小豆の頭が出てきてしまった時はお水を追加してそのまま煮続けてください。この煮る時間に関してなんですけれども、小豆の種類とかでもね多少変わってくるかなと思いますので、まず40分したら1粒取っていただいて指で潰してみてください。
さい。そしてまだねちょっと芯が硬いなと思ったら追加で10分煮てください。そしてまた10分経ったらもう一度チェックしてというのを柔らかくなるまで繰り返してください。だいたいね早くて40分、遅くてもね60分ぐらいで柔らかくなると思います。このチェックしている時は小豆の豆がすごく熱いのでやけどをしないように注意してください。そしてこの煮ている最中なんですが、途中でアクが出た時はその都度すくい取るようにしてください。そして小豆が柔らかくなったら火を止めて、その後蓋をして30分蒸らします。そうすることで皮まで柔らかくなってとても美味しい仕上がりになります。そして味付けをする前なんですけれども、小豆の汁の量に関しましてはお好みで調整してください。もしね汁が足りないなと思ってお水を追加したら、もう一度火にかけて再沸騰させてください。もう一度火にかけてふつふつしてきたら、今度はお砂糖を3回に分けて加えるようにしてください。こちらをですね一度に加えてしまうと小豆が硬くなってしまいます。なので3回に分けて加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そしてお砂糖を入れ終わったらその後ですね5分煮てください。そうすることで小豆とお砂糖がしっかりと馴染んできます。そして5分煮込んだら最後は塩を加えて味を整えます。この塩を加えることで甘さが引き立って美味しい仕上がりになります。あとはお餅を焼いて一緒に召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はぜんざいを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。